こんにちは。皆さんは前を向けてますか？本日は給付金のことを言います。政府が経済対策で打ち出した低所得世帯向けの給付金の全容が12日判明した。所得税は納めていないが、一定以上の収入があれば課される住民税の均等割だけ納めている世帯にも一律10万円を給付し、18歳以下の子供1人当たり5万円を上乗せする。所得税と住民税の両方が課されない世帯と同水準とし、収入によって給付額に差が出るのを避ける2023年度予算の予備費を財源とする方向で調整し、24年2、3月をめどに給付を始める。均等割だけ納めている世帯に属するのは約500万人と政府は推計する。住民税には均等割の他に所得割があり、均等割が課される水準よりも収入がさらに多いと所得割も納めなければならない。所得税が課される収入の水準は一段と高い。物価高の影響緩和を狙った給付金の制度づくりでは、均等割だけ納めている世帯への支援をどうするかが論点として残っていた。政府は所得税と住民税を合わせて1人当たり計4万円の定額減税を24年6月から実施する。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。父に35年前に先立たれている73歳の母は、生活のために必死に毎日働いて、税金も納めてるの。若かりし頃仕事中に怪我をしたおじは今年90歳、おば83歳で何十年も前から毎月20万円いただいていて、税金を納めてないから常に給付も手にしているの。例えだから、そればかりではないけど、働かなくても生活できる人がいて、給付を受けているのに、一生懸命働いて、この年で納税している母がいつも本当に気の毒に思う。低所得者層に10万円給付すると、やはり生活資金としてすぐに使われて、一時的に経済効果が得られるからということなのでしょうか。給付対象から外れた世帯が一番割を食っているように思う状況は何とかしてほしいところです。現実的ではないのは分かってはいますが、どこかで線引きをせずに、所得税と同じように累進課税のように給付できると良いのですが、コストが合わないんでしょうね。となると、減税が一番国民が納得しそうではありつつ、一般会計歳入の 20% 弱が所得税だと簡単に下げられないのは終わりますが、なんとかやりようはないものでしょうか。いつから社会主義国家になったんだ？政府は何か勘違いしてないか？目指すべきは国民全員が健全に働けるようにする方法だろう。企業の簡単な軽作業で最低賃金以下で雇えるようにしたっていいんだよ。最低賃金との差額だけを国が補填する形にしたっていいと思うんだ。町の清掃や町内会の活動など担えることだってあるのに、何もしないで給付ってバカみたいにすればいいってもんじゃない。税の支払いを免除されてる時点で十分に恩恵は受けてるじゃないか。高校生の子供と2人の母子家庭です。ここ2年新しい職場で働き評価してもらい、収入も少しずつ増えてきて、職場も物価高対策としてまた少し給料の引き上げを検討してくれている。しかし収入が増えればさらに税金を引かれ、せっかく上がった給料もどこへやら。非課税世帯の上限を少し超えただけでこのような支援は受けれません。それでも物価高で支出は増えていきます。大変なのは非課税世帯だけではありません。老後資金をタンス預金や現金を銀行に預けてるだけの人にとって、この先地獄が待ってそう。こういった給付の裏には、労働から生まれる生産物を想像もしないまま、現金を全国津々浦々にばらまいてインフレに拍車をかけるという意味があるし、さらに NISA で国民の余剰資金を外国の株に投資させて円安を助長し、円の価値の希薄化を進め、1000兆円超えの赤字国債の返済負担を圧縮するのが政府の本当の目的のような気がします。すでにデフレなんか脱却してて、国内経済はスタグフレーションを起こしてるのに、日銀がなかなか金融緩和をやめない理由もその一つ。今後1年くらいは、米国が金利を下げて一時的に円高になっても、一旦底をつけた後、今度反発したら、今よりさらに円安が進みそうな気がします。もう何を言ってるのかわからない。必死で働きある程度の税金を納め、子供もそれなりにできるだけのことをして育ててきたけど、決して裕福でもない中、それでも頑張ってきたなと。でも最近色々と不公平感を感じる自分がいます。器が小さいな私。就職氷河期の頃母子家庭のこと話したことがある。20歳くらいの男性で仕事したくても仕事がないと言ってた。母親も働いてほしい言ってた。産業の作り方が漏れて安く中国や韓国で作られるようになって、産業が空洞化してるから新しくコツコツと産業を作ることだと思います。管理だけではなく、生き残るために学校の授業でお店の作り方、事業の始め方、儲け方を教えたら、
強くなると思います。もう低所得者という非課税世帯ばかり何とかの一つ覚えばかり政治家は考えられないのか。課税されても、わずかな所得税、わずかな住民税どちらもわずかな課税となる人は生活は非課税の人と変わらないので、その人たちにも広げることも大事じゃないかな。少しは、議員も本式に考えてはどうか。低所得の中には外国人の不法滞在者、不法労働者とかも含まれるのかな。かなり政府受給者多いと聞いたから、もし、こんなのにも税金が使われるのならふざけんなです。灯油、ガソリン、電気、食料品値上がりで家庭は大変です。私も税金のキックバック欲しいです。いい加減にしてくれ。非課税世帯とはその名の通り住民税を払う必要がなく優遇されているのだ。不動産所有し、住民税は非課税だが固定資産税が課されている非課税世帯も多い。全世帯の4分の1が非課税世帯とされているが、高齢者世帯が大半であり、もともと消費額も少なく所得が少なくても生活できている世帯だ。もちろん生活保護世帯も含まれる。税率を均等に課しているのであれば、低所得世帯に給付金出すのは理解できるが、もともと優遇されている世帯にさらに優遇の恩恵を与えるのは全く理解できない。非課税世帯は行政で把握しやすいから、としか思えない。非課税世帯にこんなはした金配っても焼け石に水で税金の無駄遣い。現金はすぐに使ってなくなって生活は一向に良くならない。収入上げるためのスキルアップなどの就労支援とかした方が良いです。努力もせずお金が入ってくるからいいですよね。非課税世帯でも健康な現役世代の世帯は夫婦フルタイム働くのが受給資格にしたり労働義務をしっかり果たしてもらいたい。家庭環境は子供の将来に少なからず影響すると私個人は思うので、将来様々な業界で活躍する優秀な子供を増やし支援したいのであれば、低所得者層以外の子供も支援するべきだと思う。高所得者は稼いでいるわけ。より時間もなく子供をたくさん作れる環境下にいない人も数多くいる。中間所得者は時間もなくお金もすごく余裕があるわけではなく、子供を産み控えする人がすごく多いと思う。合わせて低所得者層ばかりに支援を増やす施策は、納税者の不平等感を煽るだけではなく、低所得者層が低所得層を抜け出る意欲を減らすのではないか。それなら、低所得者層にただお金を配るのではなく、自分の職の質や時給を上げるための資格取得の支援や制度を拡充させ、少しでも低所得者層を減らす取り組みも同時にした方が将来的に納税額は増える。もっと将来性のある支援の仕組みを考えてください。本当にお願いします。取るときは一番多い中間層、給付は一番少ない層、高所得はあまり関係ないし、低所得や非課税世帯はもともと恩恵が多い。老後世帯無償とか、意味不明ばかり、何言っても変わらないから、選挙で変わってもらうしかない。選んだ国民。投票行かず支持されたと認識させた国民の責任も大きい。次回選挙は判断と、投票に行くことを徹底しましょう。自民党は裏金作りをどれだけ作るかそのことだけを優先して考えており国民のことなんか二の次です。選挙が近づけばやろうともしない公約で国民を騙し、当選したら裏金作り、正直高い給料や政党給付金やらいろいろな手当をもらう必要はあるのか考えてしまいます。ばらまきと声があるけどまだ国民に多少の恩恵があるから良いとは思いますが、裏金作りに頑張っている政治家の給料、経費等を削減してくれた方が納税している立場としては嬉しい。それに対して所得税減税は1人4万円か、最初から一律給付にしておけば、不平等だなんだと言われることもなかっただろうに、こういうところに自民党政権のセンスのなさを感じてしまう。政権を担う力も、国民の声を吸い上げる力もなくなってしまってるんだろうね。課税状況の判定が薄すぎる。大学の授業料減免については2年前のものが適用される場合もある。会社員として働いていて転職したことで一時的に非課税世帯になったけども、就職した後はしっかり収入がある。それでも今は非課税世帯の判定。給付金が年に50万以上手に入り、大学の学費も年に140万以上減免に、自営業の老後世帯の人は所得を調整してずっと非課税世帯をキックしてアルファード乗り回してたり、ちゃんと困っている人に入るようにしてほしいものです。ふざけんなと言いたい。頑張って仕事して子供のためと思っても税金取られて低所得者世帯に勝手に配布。100歩譲って低所得者世帯の子供たちの習い事クーポンを発行するなら理解できるが現金支給。一番使いやすいかもしれないが、使いやすいから親がパチンコなどに使ってしまう家庭も多いと思う。少なくてもクーポンにして、何に使うべきか明確にしてほしい。低所得や非課税世帯には現金で給付。おまけに子供1人に5万円。東京都は高校学費無料に給食費無料と、働かなくても子供を育てられ、働かなくても国が生活を保障しますと言わんばかりの政策ですよね。一生懸命働いて、税金を払って、
自分たちの家庭を守るのに大変な思いをしている人からしたら私もそうです。働きもしないで物価高で生活が大変だ、子育てが大変だと言ってる人のためになぜ犠牲にならなければと思ってる人は数多くいるはずです。無論本当に理由があって働きたくても働けない人もいるとは思います。こんなことなら働かない方がと思う時がありますが、一生懸命働く人が負けという社会にはしてほしくないです。もっと理にかなった政策を政府は考えてほしいものです。我が家は母子家庭で子供一人います。子供が小学校卒業までは寂しい思いをさせたくない思いで、お金のことよりも子供の気持ち優先するため、パート勤務で非課税世帯でした。皆様の税金をいただき細々とでしたが生活していました。中学に上がり、大学へ行きたいと勉強を頑張るうちの子のためにと17年間パート勤務していた職場を辞め、公正社員で働いていますが、非課税世帯から外れ、働けば働くほど税金を引かれ、何のために正社員で働いているかわからないくらいお給料が手元には残らないです。正直、パートに戻す方が給付金をもらえるのでその方がいいのかなって思う時も多々あります。でも、非課税世帯だった頃は税金をいただいて生活していたので、今度は私が税金を納めていかないといけないなという思いで仕事頑張ってますが、国民全員が納得できる政策を望みます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。